皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は日産ミッド4の完成までをお届けいたします。まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えます。3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き捨てています。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としてやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨しています。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いてマスキングと塗装をしていきます。本塗装を経てクリア塗装をし、鏡面仕上げでツルツルになったボディに対し重ねての塗装です。塗装する箇所はウィンドウモール。ミッド4は2ドアですので、フロントと両サイド、そしてフロントリップの4箇所をマスキングします。直線的な箇所は幅を見定めた上で通常のマスキングテープを使用。ウィンドウモールで複雑な形状をした部分は大まかにマスキングをし、塗装したい部分を露出させるようにデザインナイフでカットです。ボンネットのエンブレムはデカールが貼り付けてあるのでティッシュを1枚かませマスキング。デカール部分に
テープの糊がついてしまうとマスキングを剥がす際にデカールごと剥がれてしまう可能性があるので、このようにリスク回避をしておきます。フロントリップは角度がついた箇所ですので、曲面追従タイプのマスキングテープを使用しました。塗料はエボブラックを使用し吹き捨てを行います。次にクリアパーツですが、こちらの塗装順としてはバックランプ部は塗装しないので、一番最初にマスク処理をしておき、クリアオレンジ、次にクリアオレンジをマスキング、次にリフレクター部にレッドを塗装、次にクリアレッドの順で塗装しました。リアのルーフスポイラーはスモークで塗装です。続いてエンジンフードの開閉加工からボディの合体までです。まずはウィンドウを取り付けていきます。特に歪みもないのでスムーズに取り付けることができました。取り付けはセメダインハイグレード模型用接着剤を使用です。次にエンジンフードですが、キット付属のままですとトランクフードと一体になっています。ここはエンジンをきれいに作れたので開閉させたいと思い、パカッとさせる機構を作っていきます。2mm のプラ角材に 0.8mm のピンバイスで穴を開け2分割にしておきます。そこに 0.8mm の真鍮線を通します。先端は L 字にしておき、ボディへのステーとします。ボディにエンジンフードをテープで仮止めし、裏面からこの真鍮線とプラ材を組み合わせたものを瞬間接着剤で取り付けです。L 字部分のステーをボディに固定し、2分割したプラ材の片方はボディに、もう片方はフード側に取り付けです。これでしっかりフードが固定され、パカッとできる機構が出来上がりです。ボディはミラーフィニッシュを貼り付けたルームミラーを接着し、墨入れをしたらシャシーと合体していきます。最後に残ったパーツを取り付けていく仕上げの工程です。クリアパーツは裏面からシルバーを塗装し、透け防止と発色をアップ。さらにフォーアーティストマーカーブラックで縁取りをしておきます。これでクリアパーツ類はくっきりと立体的になり、リアリティがアップ。フロントのフォグはミラーフィニッシュを貼り付けた後、クリアパーツを取り付け、そのままボディに取り付けていきました。次に細かい部分の取り付けです。フロントはウインカーに遮明プレート、ワイパーを取り付けていきます。リアはルーフスポイラーとテール、そしてマフラーエンドに遮明プレートを取り付けです。ボディサイドはミラーフィニッシュを貼り付けたサイドミラー、サイドマーカー。あらかじめ穴を開けておいたキーシリンダー部分は代替案として配給パーツのマイナスモールドを取り付けます。最後にモデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。R32 や Z32A の開発技術がそのまま流用された日産ミッド4。このキットは初期型のミッド4ではありますが、こうして並べてみると R32 では足回り、 Z31、32ではエンジンやフォルムなどリンクする部分がたくさんあり、少なからずそれぞれの車の物語や歴史を感じることができました。初期型が世の中にお目見えしたのは1985年。この初期型のミッド4と同じエンジンを積んだのが Z31 や31レパードに31シーマなどなど。ミッド4はこの初期型からさらに改良を重ね、ミッド4-2へと進化を遂げ、Z32 と同じエンジンを持つ車へとなります。くしくも市販化はされませんでしたが、プロポーションやフォルムは完成度が高く、本当に都内の一等地などを走る和製スーパーカーとして
目撃されていてもおかしくないほど。キットは富士見製で、ミッド4-2と比べると少しクラシカルな初期型。個人的には初期型の方が好みではあります。エンジンもハーフパーツではありますが、しっかり再現されており、パーツ点数も少なく組み立てやすいモデルでした。足回りを自分好みの 3D 製ホイールに変えて、さらにかっこよく仕上げることができました。その昔、日本はスーパーカーを作ろうとしていたんだと。スポーツカー好きのプラモの時間にはとても感慨深い作例となりました。今回は以上となります。ゆっくりミッド4をご覧いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。